世界で活躍している BTS。韓国の芸能事務所の中でも、小さい事務所ビッグヒットに所属し、デビューした BTS ですが、彼らの活躍のおかげで、今はとても大きな事務所となりました。今日は、そんな BTS メンバーの後輩グループや、先輩後輩の関係性など、ご紹介していきます。BTS の後輩グループ。BTS の後輩グループといえば、Tomorrow by Together を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。Tomorrow by Together 略し、TXT、T by T、TXT とも呼ばれているといえば、2019年1月15日に日本でメジャーデビューを果たし、同年3月に韓国デビューしている BTS の弟分。メンバーは、ヨンジュンさん、テヒョンさん、スビンさん、ヒュニンカイさん、ポムゲさんの5人グループです。ビジュアルはもちろんのこと、デビュー間もないとは思えないダンスの実力で、韓国の音楽番組で1位に輝き、2019年ママや第34回ゴールデンディスクアワードなどの音楽賞で、数々の新人賞を獲得。2018年の夏に、LA にダンスレッスンに行っていることが分かり、この時点でグループができていたようですね。BTS の事務所現名HYBEは大きくなり、その中でいくつも事務所があり、BTS メンバーが所属しているビッグヒットミュージックに入っているのが TXT なので、直属の後輩という感じなのではないでしょうか。一方、2020年11月30日にミニアルバムBorder Day1でデビューしたENHYPENは、HYBEと CJ、ENM が企画したオーディション番組アイランド初のボーイズグループで、メンバー全員が2000年代生まれ、HYBEと CJ、ENM が共同設立したレーベル、ビリーフラボに所属しているアーティストで、ヒスンさん、ジェイクさん、ジェイさん、チョンウォーさん、ニキさん、ソンフンさん、ソヌさんの7人グループです。メンバーの中には、フィギュアスケーターだった時、シングルジュニアクラスで銀メダルを獲得したソンフンさんがいたり、話題になった最年少マンネの日本人メンバーニキさんがいました。ニキさんは3歳の頃、父親にマイケル・ジャクソンの映像を見せてもらったのがきっかけでマイケル・ジャクソンに憧れ、ダンスを始め、デビュー前はリキ・ジャクソンとして活動していたことが有名ですよね。そのダンスの実力は、元スマップの中居くんも絶賛し、新世代の韓国アイドルの中で一番とも言われています。最後に、2022年12月7日にデビューする&TEAMは、日本の9人組男性アイドルグループ、HYBEの日本本社、HYBE Japan、HYBEラベルスジャパンによるオーディション番組&オーディションテープハウリングで勝ち抜いた、K、フーマ、ニコラス、ウィジュ、ユーマ、チョウ、ハルア、タキ、マキがメンバーです。BTS の生みの親パン・シヒョクさんがスペシャルアドバイザーを務め、ファイナルラウンドが9月3日に東京ガーデンシアターで開かれ、BTS のリーダー RM も審査員として参加し話題になりました。しかもデビュー前にもかかわらず、会場には約5000人の観客が集まったそうです。BTS の女性グループ、メンバーとの絡みは BTS といえば大きなスキャンダルがないことが有名です。とはいえ全くないことはなく、メンバーの中にはプライベートの写真が流出してしまったということもありますが、この写真が本物とは未だに断定されていず、何とも言えませんが、アイドルという職業は本当に大変ですよね。BTS が女性グループと接触することがあるとすれば、音楽番組で一緒に出演する機会があったり、過去に参加していたアイドル運動会などでした。ですが、ジンが最近出演した YouTube 動画番組、もっとつまらないものですが、撮影はほとんどHYBEの中で完結すると話し、
BTS メンバーは、女性アイドルグループは、愚か他の芸能人に会う機会は、本当に少ないようです。女性グループといえば、BTS の妹分として、2022年5月にデビューしたルセラフィムは、HYBE の傘下ソスミュージック所属で、総括プロデューサーを務めるのは、BTS の生みの親パン・シヒョクさんということで、世界中から注目されました。メンバーは、宮脇さくらさん、ホン・ウンチェさん、キム・チェウォンさん、カズハ、中村和葉さん、ホユンジンさん、キム・ガラムさんの6人グループ。メンバーの中には、日本で HKT48、AKB48 として活躍した宮脇さくらさんがいたり、日本出身ですが、バレエ留学中にオランダでスカウトを受けたという和葉さんなど、透明感にあふれる美少女揃いです。ですが、同年7月、キム・ガラムさんが中学1年生の頃に関わったとみられるいじめ問題を告発され、デビュー早々に脱退となり、まだキム・ガラムさんが16歳ということで、今後を心配する人も少なくないようでした。そんな妹分と言われているルセラフィムと BTS の絡みは、今のところはないようですね。ただ、BTS の生みの親パン・シヒョクさんが、ルセラフィムのプロデューサーをしていますし、彼女たちの事務所はHYBEの傘下なので、今後も全く絡みがないとは言えないかもしれません。BTS の男性グループ、メンバーとの絡みは、BTS メンバーと後輩男性グループの絡みといえば、Tomorrow by Together です。TXT が BTS のライブを鑑賞して感激し、BTS に向けて BGM を流しながら自分たちで書いた手紙を読んでプレゼントしたり、2組で撮影をしたりと交流をしていました。特に TXT のメンバーのリーダースビンさんは、ボムゲさん、テヒョンさんは成功したオタクと言われていて、スビンさんは BTS のリーダーのジンのファンで、ジンと一緒にゲームをしたという出来事を話しています。ボムゲさんはテテのファンで、TXT のヨンジュさんとボムゲさんで V ライブをしている時に、ジョングク、ジミン、テテが部屋に入ってきたことに気づき、とても嬉しそう。ジョングクも TXT の前ではお兄さんをしていることがわかり可愛いですし、ジミンも後輩に気を使っていることがわかります。実は映っていない間も、ホワイトボードにアドバイスを書き、ヨンジュさんとボムゲさんは、教えてもらったことを V ライブ中に実行し、モアの皆さんに愛情を伝えていたそう。ちなみに、モアは TXT のファンネームです。テテはお得意の人懐っこさで、V ライブに顔を出し、一度は席を外しますがまた登場して、TXT の V ライブに参加してくれたのですが、間違って、アーミーの皆さんと声かけをしてしまうアクシデントがありました。いつもアーミー思いなテテらしいですし、テテのファンのボムゲさんも、すぐさま、アーミーの皆さんもいらっしゃると思いますと話し、さすが、テテのファンなだけあり、とても思いやりがある後輩であることがわかります。テヒョンさんは、マンネのジョングクのファンで、LINE のようなツールである、カカオトークの自分のプロフィール画像に、毎回ジョングクの画像を設定していたようですね。先に連絡先を交換していたと思われる RM から、ジョングクがいる前で、そのことを暴露され、テヒョンさんは耳が赤くなるほど照れていました。また、ENHYPENのメンバー J は、アイランドの撮影現場に、BTS が訪問してくれた時に、自分たちへ、自分自身をもっと愛して自信を持ってほしいとアドバイスしてくれたといいます。芸能界で戦っていくには、まず、自分自身を大好きにならなくてはいけないと言いますよね。BTS メンバーも、ステージに立つには、自分が自信を持っていないと立てないと話していたことがあり、まずは、どんな自分でも自分自身を受け入れることが大事だということを助言してくれたのではないでしょうか。
このように、アーミーから見たら、わちゃわちゃして、今でも、少年のように可愛い BTS も、アイドルの先輩として後輩へアドバイスしたり、助けてあげたりしていることが、わかりましたね。まとめ、いかがでしたでしょうか。BTS の後輩といっても、HYBEがとても大きくなり、海外の事務所も吸収したりとしているので、HYBEの傘下の事務所がたくさんあり、直属の後輩といったら、同じ事務所の TXT となるようで、特に TXT との関係の良さがわかりましたね。最初は、とても苦労しここまで売れた BTS メンバーですので、後輩へのアドバイスも的確ですし、後輩アイドルたちは、とても心強いのではないでしょうか。さらに進化していく BTS を、今後も応援していきましょう。